7分ぐらいで大体わかるマイナー兵器解説始まるよ。今回はイギリスが生み出した超地味な傑作機ホーカーシーホーク艦上戦闘機を解説していくぞ。ちなみに動画時間が2倍以上になったのは YO-B の短い動画は表示しないクソ仕様に対応するためだ。ラーメンタイマーどころかうどんタイマーにすら使えないな。さて時は1944年末期。ホーカー社はジェットエンジンを搭載する機体を設計していた。この機体は P1035 という設計試案を経て P1040 という名称で空軍に売り込みを図った。しかし第二次世界大戦終結が原因で空軍は興味を示さなかった。だが海軍は興味を持ってくれて試作機の製造費を出してくれた。そして1947年9月に試作機が初飛行に成功。その後3機の試作機を用いた試験の結果1949年8月に海軍向け量産機が発注された。1951年には量産型初号機が初飛行に成功。その後も続々と生産されたが戦力化に時間がかかり朝鮮戦争には間に合わなかった。ジェット機の整備や機種転換には時間がかかるし当時ジェット機を運用してたのはイーグル1隻のみだったので仕方のない話ではあるな。さてここでシーホークの性能や特徴を見ていこう。シーホークの大きさは全長 12.09 メートル、全幅 11.89 メートル、全高 2.64 メートルだ。だいたいアメリカの F9F パンサー艦上戦闘機と同じくらいだな。ちなみに MiG-15 は全長全幅ともに約10メートルという小ささだぞ。エンジンはロールスロイス2を1機搭載しており最高速度は時速 970km、 上昇力は毎秒 29メートルだ。ちなみに同じ2のコピー版を搭載する MiG-15 は最高速度は時速 1076km、 上昇力は毎秒 50メートルだ。交代力の力ってすげえ。シーホーク最大の特徴はズボンの足とあだ名された排気口だな。図のようにノズルが二股に分かれており左右の翼付け根が推進軸だ。この設計のおかげで機体後部に燃料タンクを設けることができて800マイル約 1280km の航続距離を有していた。後期型はエンジン出力と燃料消費量が上がったが増装の追加で引き続き航続距離を維持したと考えられるぞ。主翼は直線翼で速度性能はどうしても劣ってしまう。だが先ほど紹介したノズル口のおかげで動体燃料タンクを確保し翼を薄くするのには成功した。それに空母での運用となると低速域で失速しづらい直線翼は着艦時の事故率を大きく下げたと思うぞ。武装はイスパのスイザマーク 520mm 機関砲4門を機首に搭載。機首にレーダーはなく代わりに前輪が収納されてるぞ。主翼下には6つのハードポイントを有しており最大 1200kg 分の武装が可能だった。基本は増装2つを装備し残り4つに爆弾やロケットを装備する。空対空ミサイルは一応 AIM-9B サイドワインダーを2発装備可能だ。ただしこれをやったのはオランダ海軍のみらしい。ここまでの性能を見てわかる通りシーホークは第二次世界大戦の設計を色濃く引き継いだ保守的な飛行機と言えるな。だがそれゆえに信頼性が高く運用しやすい機体であった。ここからは各国におけるシーホークの活躍を見ていこう。シーホークは本場イギリスでは戦闘爆撃機として運用され1950年代前半のイギリス空母航空団の主力機となった。1956年の第二次中東戦争では全ての地上攻撃任務を空母航空団が担いシーホークは主力攻撃機としてエジプト軍を連日攻撃し続けた。第二次中東戦争後後継機であるスーパーマリーンシミターの配備が始まりシーホークは急速に置き換えられていった。1960年12月には第一戦部隊から退き訓練用機材として使用。1969年には完全退役となった。だがシーホークはドイツ、オランダ、インドの3カ国に輸出され異なる生涯を送っていた。オランダでは空母カレル・ドールマンの艦載機として1958年より運用が開始。1959年にはサイドワインダー運用能力が付与された。しかし1961年にオランダ海軍の役割が対戦哨戒任務のみになるとシーホークは陸揚げ。残っていた22機は1964年頃に退役になった。ドイツは1956年に昼間戦闘機型のマーク100と全天候型のマーク101をそれぞれ34機発注。ドイツ連邦海軍航空隊が使用したマーク101は吊り下げ式レーダーとレーダースクリーンが追加されたぞ。1960年代後半に後継機の F104 が配備されると退役。一部機体はインド海軍へ売却された。
インド海軍は1959年に空母ビクラント用に36機を購入。後に元ドイツ海軍機を30機購入した。ビクラントとシーホークは1965年と1971年のインパ戦争に投入。特に後者での活躍は目覚ましいものがあった。ベンガル湾を封鎖したインド海軍はシーホークで港湾都市を攻撃。最終的に砲艦と貨物船を計12隻沈めた。インドは長らくソ連寄りだったこともあって好景気がなかなか現れず、1983年にシーハリアーが就役したことでやっと退役した。さて最後にシーホークの派生型を見ていこう。いちいち説明するのも面倒なのでまとめたぞ。簡単にまとめると FB3 以降は戦闘爆撃機型、 FB5 以降はエンジン改良型だ。この中でも FGA6 が決定版でドイツやオランダ仕様のベース機になったぞ。輸出仕様は表の通りだ。基本 FGA6 だな。さて正規のバリエーションはこれで終わりだが、実は試験機に派生したものがある。それが P1052 と P1081 だ。前者は主翼を交代翼に、後者は主翼以外にも水平尾翼を交代翼にし、ジェットノズルを一つにまとめたものだ。1052は機体以上の性能を得られず海軍から採用されず、1081は朝鮮戦争で既存機が優先された結果受注が見込めず開発中止になった。だが1052が提供した交代翼のデータ、1081の機体設計は後のホーカー、ハンター戦闘機に大いに活用されたぞ。ちなみに P1072 というロケットエンジン型もあるが、アフターバーナーが実用化したのですぐ開発中止になったぞ。まとめるとシーホークは保守的な機体ですぐ置き換えられたものの3カ国に輸出され、イギリス海軍の主力を担った傑作機だ。さらにホーカー、ハンター戦闘機の基礎を築いた機体とも言えるな。さて今回はここまで。感想やリクエストがあればどうぞ。